こんにちは、アンナスです。今日も GU の不白コンビネーション T シャツオフホワイトを買ってきました。1490円。GU ちょっと安いですね。で、T シャツなんですけど、ただの T シャツだけど、下になんかひらひらがついて可愛かったので、ただの T シャツに刺繍するよりかは、ちょっといろいろアレンジができそうな感じがするんで買ってみました。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではアンナスのプチ刺繍の本の中のこのキッチンとガーデンっていうページ、このページのこのポットと蝶々を刺繍しようと思います。なんかね、いつもお花ばっかりでお花を散りばめたって感じのばっかりなんで、もうなんかいいかなっていうまた気が向いたら作ると思いますけど、ちょっとなんか飽きてきたのでちょっと違う感じでやろうと思います。それでこれ実物大そんな大きくないんですよね。全部サテンステッチで刺してるんで、拡大してちょっとサテンとかではもう埋めないで線の刺繍でやろうかなと思ってます。これがね、なんと250% 拡大です。今までで一番でかい。それで、皆さん注意してほしいのが、こっちが写す図案。で、こっちは刺し順とか刺し方、糸の絵が描いてあるんですけど、これ線の向きが刺す向きなんですね。なので、これは写さないでください。写せるからどうしてもこっち大きい方写す人が多いんですけど、実物大って書いてるんで、こっちの黒い線の方を写します。なので、これを250、いつもの200じゃなくてさらに 50% 大きくなってます。なので気をつけてください。で、これをここに写そうと思うんで、いつものスマプリを使います。開けると中に A4 サイズが2枚入ってて、もうなんか歯切れになってるのもあるんで、本当は A4 が2枚入ってます。大きいやつをね、使います。で、なんか厚さに弱いので、若干なんか私のもちょっとブヨブヨしてきてますけど、しょうがないですね。で、ペンはステッドラーのピグメントライナー 0.05 です。お手持ちの水性ペンで全然大丈夫なんですけど、これが書きやすいです。なんかね、表面がデコボコしてるので、なんか書くときに引っかかるんですよね。だから、これで写した方が写しやすいです。で、今回の図案は割と直線が多いのと、なんか私この本の時は手書きで図案を書いていて、結構ね、揺らぎがあるんですよね。で、拡大されるとその揺らぎが若干強調されてしまうので、しかもこの直線もフリーハンドで書いているっていうねもう本当にもう10年以上前の本なんで申し訳ないです。なんかその辺はちょっと皆さんの方で補正していただいて、でこんな感じで定規で写して、ですいません、丸いところも若干フリーハンドで描いてるんで綺麗な丸じゃない上に拡大されているので、こうやって丸定規で丸っと描くといいですね。この丸定規ステッドラーの丸定規なんですけど、なかなかいいですよ。スパンが短いので、なんか割とどの丸でも対応できるというか、100均でも売ってるんですけど、丸の数が少ないからあんまり当てはまる時がないものがあります。なのでケチらずこういうの1個買っとけばあとは便利ですね。もうずっと使えるんでね。っていう感じでちょっと定規を使いつつ図案を写していってください。はい、では書けたのでハサミで切っていきます。外側 1センチぐらい残して、で蝶々はちょっと
離れたところにポツンと飛ばそうかなと思うので、ちょっと蝶々だけ切り離してます。で、他のポットとかは一緒に描いてます。でも続きで見えないですね。すいません。見えないですね。動画では映りにくいです。で、だいたいこういう感じでセッティングして、で、貼り方は端っこから貼っていきます。で、角をちょっと三角に折って爪でグイってやると取れるので、裏の紙を少しだけ剥がしてください。全部一気に貼らないでね。特に今のこの暑い季節、暑い部屋でやってる人はもう特に注意です。できるだけエアコンつけてもらってやる方がいいと思います。で、角だけ取って、で、角だけつけます。で、あと裏ビロンって取ったら取れるんですけど、位置を決めたいんですね。これだとこのペラペラの人だったらいいですけど、こんな人はいないので身幅が絶対ありますよね。だからここの縫い目が今着てる自分の服の肩の縫い目ぐらいのところにこう合わせて、服屋さんとかでこれ似合うかなみたいなこう当てる時ありますよね。あんな感じでちょっと見てそれで位置決めてください。で、そうなると多分こうやって見てる時に思っているより若干下に下がると思います。幅がある分ちょっと上に上がるんでね。ということで私も鏡で見てきます。はい、見てきました。大丈夫でした。この位置で大丈夫だったんで、あとはこうやってそーっとめくって少しずつ貼っていきます。蝶々もうちょっと斜めがいいかな。貼り直すときはそーっとこう剥がせばなんかホコリがついてるからかわかんないんですけど、割とそこまでぐちゃぐちゃにならないですね。じゃあこれで刺繍をしていきます。はい、では枠をはめて刺繍していきます。線の刺繍で刺していくんで、今自分が刺繍したいところを真ん中にセットしてしっかり枠を締めて、で、裏が見えるように刺繍していきます。で、ラブリーな感じでピンクのどうしようかな、3本取りでチェーンステッチで埋めていきます。ちょっと待って、4本取りにします。6本はね太すぎるかなと思うんで、かといってアウトラインステッチだとね結構ガタガタが目立ちやすいんで、やっぱチェーンステッチが一番綺麗に私はできるんで、だからアウトラインが好きな方はアウトラインの例えば6本取りとかでやってもらってもいいと思います。で、刺繍糸は使いやすい長さの65センチにカットしているので、作り方は過去の動画を見ていただいて、タグがついている方から1本ずつ抜いてます。で、4本取りで下を玉留めにして、で、スタートがどうしよう。ここからいこうか。できるだけ一筆書きみたいになるようにやった方が、裏が渡り糸が少なくなるのと、糸渡る場合は1回ずつ切ってやってください。できるだけ糸が渡らないようにしてください。まず出します。で、刺繍糸こうやってセットして丸くセットして同じ穴に刺します。で、チェーンのサイズ頭を出します。2、3ミリぐらい。でもうここ糸かけて上に引っ張るとチェーンが出来上がり。これ下にやるとチェーンがなくなるんで必ず上にして、で続きをやるときは親指で押さえて輪の中に刺し
って頭をまたさっきのサイズぴょこっと出して糸をかけるんですけども、こうやって最初にセッティングしてあるからもう糸がかかっているので、もうこれでいいです。でこれでギューッとしっかり引っ張ってチェーンステッチで埋めていきます。で角まで来たら外側にチェーンの外側に針を刺して一旦止めます。これを続きでやるとここカーブになってこう綺麗に90度角度が出ないので、そこはちょっとちゃんとめんどくさいんですけどいちいち止めてください。で続きやるときはまた行きたい方向を上にしてセットして、でさっきと同じように2、3ミリぐらいでこれを続けてやっていきます。でこんな感じで端まで行ってまた止めて、なんか下まで行ったら一旦終わらせた方がいいのかな。でまた続きをするっていう感じですかね。じゃあこれでやっていきます。これでチェーンステッチここ1回終わったんですけど、次スタートするとしたら、またこの端っこからやってっていう感じになるんで、続きからこの途中のところからスタートってちょっと難しいんで、終わらせる時は玉留めしてもいいし、私玉留め若干苦手なので何回か裏に絡めます。で絡めるところが少ない場合はこうやって輪を残しておいて輪にくぐらせればこれで玉結びと同じことになるんで、これで切って大丈夫です。でまた続きやるときは玉留めしてでまた端っこから、だいたいスタートはどっかの端っこからやってください。途中からだとやりづらいんで糸の継ぎ方も結構ややこしいんで、なのでこれでもうざーっと全部埋めていきます。はい、枠ができたので中のお花の柄の部分を刺していこうと思います。で、サテンステッチとすごい迷ったんですけど、全然サテンでもできるんですが、せっかくなんでタッチを揃えようかなと思って同じ4本取りでチェーンステッチで丸い部分を刺していきます。でここは塗りつぶそうかと思うので、まず丸くチェーンステッチを埋めていきます。はい、これで最後の一粒ってなった時にどうやってするかっていうと、一番最初に作ったチェーンステッチを布と糸を触らないでその隙間のところにビューンと入れます。それで抜いて一番最後に作った穴の中に刺して、これでどこからスタートしたかわからなくなります。でまた2周目またチェーンステッチをぐるーっと2周目やって3周目ぐらいやったらもう1粒か2粒ぐらい入れたらもうおしまいぐらいになると思うので、そんな感じでぐるぐるやりながら埋めていきます。はい、ではちょっとポットだけできたので見てみます。葉っぱと茎も同じようにチェーンステッチでやりました。もうこの調子で蝶々までやっていこうかなと思ってます。じゃあ続きをしていきます。はい、では蝶々までできました。ちなみに蝶々はこの触覚の上のところはなんか丸ってなってるんですけど、もう無視して普通にチェーンステッチでやってます。あと
この体の頭と体はチェーンステッチで丸くして一粒ずつ埋めて面を埋めたんですけど、この腹っていうんですかね、この下の部分はただのチェーンステッチ一周ぐるっとしただけで中は埋めてないです。なので蝶々がちょっとあれかな、他は全部刺し方一緒なので、ポットで説明した通りですね。で、割とラブリーな感じに仕上がりました。もうちょっと夕方になってしまったんですけど、どうでしょう。なんか文字とか入れたいですね、ここにね。なくても可愛いけど。もうちょっとなんかアレンジして着ようかなと思います。レースつけるとかね。はい。次の日の朝です。もう洗濯して、で、スマプリはもう綺麗に取れました。もう何もしなくてもすごい綺麗に取れましたね。で、ちょっと寂しいかなと思ったんで、ジェミニーに聞いてみたところ、短文で紅茶の紅茶にまつわる文章っていうので、ファンキーやカッパ、カップオブティーのなんか略称みたいな感じで、イギリスで一杯いかがみたいな、よく使われる英語ですみたいな書いてあったんで、これにしようみたいな感じで、ちょっといろんなサイズでコピーしてきました。で、これを中に入れて、もう写そうかなと思います。チャコパ。これ水で消えるので、もうこれで写そうかなと思います。白だから、気になる方はスマプリで一緒に写してもらってもいいんですけど、当初文字は入れる予定はなかったんですが、ちょっと寂しかったので、やっぱ線で刺すとね、ちょっと寂しいですよね。ちょっと位置だけ決めて、こんな感じで、もうあとこの文字を書き写していこうと思います。で、フォントはなんか適当です。とりあえず綺麗になぞれればいいだけなんで、あとチェーンステッチで写そうかなと、刺そうかなと思います。ちょっとあれですね。この待ち針で留めておいた方がいいですね。でないと書いてるうちに曲がっちゃうんで、これでまっすぐになってるもうちょっと右かな。ちょっと全体的にね、絵が左に寄ったので、これ重要ですね。これぐらい。これでチャコペンで、最初 F でしょ。このなんかくるみたいなのはなしにしても、だからね、皆さんはなんか何でもいいです。適当な文字で。この通りには刺さないんでね。間違えた。E にしちゃった。C ですね。じゃあこんな感じで写していきます。これで写せたので、また刺繍枠をはめて、でこのまま刺していきます。伸びそうですね。ちょっと T シャツ生地なんで、接着芯を持ってきました。接着芯は普通の薄手の接着芯何でもいいです。100均でもいいです。ただ厚みを出すのと、あと伸縮性を止めるために、こうやってこのクッパ、ファンキークッパの文字のサイズぐらいのものを用意して、で枠をしなきゃいけないんで、ちょっと大きめ8センチの枠が入るぐらい
で、キラキラの方、糊がついている方を内側にしています。これで枠をはめると刺しやすくなりますね。まあ、気持ちの問題ですけど。でもないよりあった方がいいと思います。これで4本取りで糸を準備して、あとはもうチェーンステッチで玉留めで刺し順、書き順と同じような感じでやっていっていいです。なので、ここ続け文字だからここからチェーンステッチですね。昨日と同じ、昨日って言っちゃった。昨日ですね。4本取りで。で、チェーンステッチをやっていって、これで全部刺せたら出来上がりにしようかなと思います。はい、ではできたので枠を外して、こんな感じ。いいですね。なんか文字が入る方が、あんまり読めなくても分かればいいです。A とか P のこのくるって回ってるやつ、ここなんかもう潰れてますけど、A ってなんとなく分かるんで大丈夫です。これぐらいで。それでこの残った接着芯を切ります。で、ちょっと大きい布用のハサミとかで切ると布も切っちゃいそうなんで、ちっちゃいハサミでちまちま切ってください。で、まずはざっくり、結構大きめに用意してあるので、これを切ります。で、切れたらこのギリギリでカットしたいんですよね。これアイロンするとこの形が表に出ちゃうんで、できるだけギリギリにしておけばそんな気にならなくなります。なのでちょっとずつ、ただ無理して頑張って布を切るようだったらもう置いといてください。こういうちょっとしたこういうところですね。これ三角形にちょっと切り込みとか入れておくとアイロンすると糊がついてるんでくっついちゃうんですね。糊ついてないやつを買ってもらうのがいいのかもしれないんですけど、あんま売ってないんでだいたい糊ついてるんで。で、ざっくり切ったらこれで出来上がりで、あとアイロンをかけるんですが、ちょっと後でもうちょっと綺麗に切ります。で、図案は久しぶりですね。お水で消します。これお水入ってるんで、これで濡らすと消えます。だからアイロンかけるときに霧吹きすると思うんで、それで消してもいいんですけど、霧吹きだとこの刺繍糸の下に入り込んだやつとかがちょっと消えにくいんで、そういうのは丁寧に消してください。後でまた洗濯するんだったらもう洗濯の水で消えるからそれでもいいんですけど、もうこのまますぐ着たいっていう人はちゃんとこのちょっとめくって下の方も消しとかないと、結構なんか着てる時にここなんか水色残ってるなみたいなのがたまにありますね。はい、っていう感じでこれで出来上がりです。ぜひ皆さんも真似してみてください。なんかちょっと子供の服にも見えるかもしれないんですけど、なんか意外とこのちょいダサみたいな感じで着るのもなんか80年代っぽくて可愛いかなと思います。
映ってなかった。もうちょっとこうですね。こんな感じで。なんかね、刺繍はそんなに時間かからなくて、中ほとんど埋めてないんで、楽しかったです。サクッとできてよかったです。ということで、以上です。ちなみに、これ、ファンキーアカッパっていう漢字で読むそうです。クッパじゃなくてカッパだそうです。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをお願いします。あと、私の会員制のサイト、毎月の刺繍っていうのを月600円でやっているんですけども、そこでは毎月新しい図案を私が作るので、それをダウンロードできたり、過去のも全部ダウンロードできるんですけど、あと他に、限定ライブが見られて、限定ライブも過去のが見られたり、で、あと抽選会もやっているんで、私の作品の抽選会ですね。それも毎月やってます。っていう感じで結構ワイワイ楽しくやってるんで、よかったら遊びに来てください。あとはこの場所で刺繍教室をやってたり、ここの2階、1階でお店をやっているので、刺繍道具買いに行きたいなっていう人は、よかったら遊びに来てください。教室もお待ちしてます。で、遠方の方は、海外もですけど、発送してますので、ネットショップもよければ、覗きに来てください。それでは、またお会いしましょう。さよなら。